たった一本の糸が命のないはずの木片に魂を吹き込んで重力に逆らって踊り出す。まあ子供のおもちゃって一言で片付けるにはあまりにも奥が深いですよね、マリオネットの世界って。あの光景は一体なぜこれほどまでに僕たちの心を掴んで離さないんでしょうか。今回はですね、その起源に隠された古代哲学から最先端の素材科学、そして、僕たち自身の身体にまで伸びるマリオネットの見えない糸を一緒にたどっていきたいと思います。まずはこの一文から始めさせてください。これ、操る側と操られる側の関係を単なる物理的な操作じゃなくて、ほとんど神学的なレベルで捉えてるんですよね。神のごとき高みから命が注がれると、操り手の指先のほんのわずかな震えとか、その息遣いまでが神経と呼ばれる糸を伝わって人形へと流れ込んでいく。まさに重力にかたかって吊るされた器に魂が宿る瞬間。懸垂する魂と呼ぶのにこれ以上ふさわしい言葉はないかもしれません。マリオネットって言葉そのものにも実はその神聖な起源が刻まれてるんですよ。語源はなんと聖母マリアを指す小さなマリア。いや面白いですよね。昔字が読めない人たちにとって教会で演じられるマリオネット劇っていうのはいわば動く聖書であり生きた説教だったわけです。まあやがてその舞台は教会から街の広場へと移って聖なる物語の語り火から大衆を楽しませるエンターテイナーへとその役割をガラッと変えていくことになりますけどね。さて、ではこのマリオネットという名前が生まれるもっともっと昔、はるか以前の世界へと思考の糸をたどってみましょうか。糸で人形を操るっていうアイディアが古代の思想家たちをどれだけ刺激したか、ちょっと見ていきましょう。古代ギリシャでは糸操り人形はニューロスパスタと呼ばれていました。神経を意味するニューロスと引くっていう意味のスパオー。この言葉のチョイス、驚くほど現代的だと思いませんか？彼らは糸を操る人の意思を遠くのものに伝えるための外部化された神経系なんだって直感的に分かってたんですね。これって現代のロボット工学とかサイバネティクスにおける人間の能力を機械で拡張するっていう考え方のまさに原点と言えるんじゃないでしょうか。この遠隔操作される身体っていうコンセプトは2人の偉大な哲学者に全く正反対のインスピレーションを与えたんです。師であるプラトンは有名な洞窟の比喩で囚人たちが壁に映る人形の影だけを本物だと信じ込ませられている様子を描きました。彼にとって糸っていうのは人々を真実から遠ざけて偽の現実に縛り付ける欺瞞の道具だったわけです。一方、弟子のアリストテレスは人形使いがほんの少し動くだけで人形全体が複雑で調和の取れた動きをする、その様子に宇宙のモデルを見出したんです。彼にとって糸はたった一つの動かない存在、つまり神の意志が宇宙の隅々まで行き渡るための神の秩序の象徴だった。いや、面白いですよね。同じ人形が型や嘘の象徴で型や真理の象徴として語られている。この対比こそがマリオネットが持つ根源的な二面性を示してるんです。さて、ここで視点を哲学の天上からぐっと工学の地上へと移してみましょう。優れたバイオリンが演奏家によって全く違う音色を奏でるように、マリオネットもまたその構造と操り手の技術が一体となって初めて魂を宿す極めて精密な工芸品なんですよね。さあこれをちょっと深く見ていきましょう。操り手と人形をつなぐいわば神経の束、コントローラーです。ヨーロッパで伝統的な垂直型は頭につながる輪を繊細に傾けることで物憂げな表情とかハッとするような仕草を可能にします。一方でアメリカでよく見られる水平型は飛行機の翼みたいに左右に伸びたバーに足の糸がつながっていて、これをシーソーみたいに動かすだけで驚くほど自然に歩かせることができるんです。それからもっと小さな人形を片手で操るためのパドル型、そして中国の交配。これはもう20本以上もの糸を系統立てて配置したまさに人形の動きを司る指令室ですね。それぞれが違う表現を追い求めた結果たどり着いた最適な工学的デザインというわけです。そしてその神経そのものである糸。これもまた劇的に進化を遂げてるんです。
特に重要なのが素材ですね。現代のプロが使う変素無濁論みたいな素材はほぼ伸び率がゼロ。これなぜそんなに重要かというと、もし糸が少しでも伸びてしまったら、操り手のミリ単位の繊細な動きが人形に届く前に吸収されちゃって、動きがワンテンポ遅れてしまうからなんです。ゼロストレッチっていうのは、操り手と人形を完全にシンクロさせるための絶対条件なんですね。さらに、ドイツの巨匠アルブレヒト・ローザーは、操演の哲学をこう説きました。マリオネットを力で無理やり動かすなと。人形が自然に倒れ込もうとするその動きをうまく捉えて、最小限の力で次の動きへと導いてやるんだと。これはまるで重力と対話して物理法則を味方につける合気道のような思想ですよね。さて、この洗練された工学が世界各地でどんな風に花開いたんでしょうか。重力というどこにでもある普遍的な法則の下で、それぞれの文化がマリオネットっていう技術をいかに独自に発展させてきたのか、その多様な姿をちょっと覗いてみましょう。日本にはなんと1635年から続く江戸糸操り人形という世界にも類を見ないものすごく精緻な伝統があります。その技術の革新の一つが手の表現なんです。普通、糸を手首につけると手全体がだらんとぶら下がるような動きになりがちですけど、江戸操り人形では親指の付け根に糸を結ぶんですね。これによってまるで自分の意志で指を繊細に開いたり閉じたりするかのような生命感あふれる優雅な仕草が可能になるんです。他にも着物の裾さばきを美しく見せるために見えない部分に鉛の重りを仕込むとか、その美学はもう細部にまで徹底されています。この多様性は本当に驚きですよね。中国の後輩人形が目指すのが狂気俳優の演技を完璧にコピーするような超絶技巧だとすれば、インドのラージャスタン地方に伝わるカトプトリが表現するのは音楽と一体になった生命の躍動そのものなんです。たった一本のループ状の糸で激しいリズムに合わせて踊る人形の姿は、技術を超えた魂のほとばしりのようなものを感じさせます。同じ原理から全く違う芸術が生まれる。面白いですよね。でもマリオネットが操るのはもはや舞台の上の人形だけじゃないんです。その見えない糸はスクリーンを飛び越えて僕たちの体、そして意識の中にまで伸びてきているんですよ。映画の世界はマリオネットの持つメタファーを様々に利用してきましたよね。主人公自身が人形使いになるマルコビッチの穴は、他人の意識を乗っ取ることで自由意志って何なんだっていう実存的な問いを突きつけます。チームアメリカなんかはわざと糸を丸見えにして人形の動きをカクカクさせることで、大国が繰り広げるプロパガンダがいかに滑稽かっていうのを隊列に風刺しました。そしてアナベルシリーズみたいに本来操られるはずの人形が逆に人間を操り始めるっていう恐怖。これはもう不気味の谷現象の最たるものと言えるでしょう。そしてこのメタファー、僕たちの体にも及んでるんです。美容医療で使われるマリオネットライン。これ、派術人形とかが口をパクパクさせるために顎の横に入ってるあの特徴的な分割線ありますよね。あれと年齢とともに口角から下に伸びるシワの見た目がそっくりだっていうことから、このちょっと不名誉な名前が付けられちゃったわけです。しかもこのラインが刻まれるメカニズムがまさにマリオネットそのものなんですよ。皮膚の土台が弱ってきて重力という逆らえない力に惹かれるだけじゃないんです。特に注目したいのがこの口角形成筋、通称 DAO。この筋肉がまるで悲しい表情を作るための糸みたいに僕たちの意識とは関係なく口角をずっと下へ下へと引き下げ続けるんです。つまり外からの重力と内側からの筋肉という2人の操り手によってマリオネットラインは深く刻まれていくというわけなんですね。ただ、時にはこの比喩が倫理的な問題を引き起こすこともあります。1965年、ある遺伝性の疾患がその特徴的な動きからハッピーパッペット症候群と名付けられました。まあ、当初はお医者さんの視点から見れば症状を的確に表す分かりやすい名前だったんでしょう。でも、当事者やその家族からすれば、それは人間の尊厳よりも症状を優先した非人間的なレベルでしかなかったわけです。この名称の変更は、医療における言葉の重みと、一体誰の視点で物事を語るべきなのかっていう社会の倫理観の進化を象徴する出来事だったと言えます。
さて、ここまで見てきた様々な議論の意図をここで全て束ねてみましょうか。マリオネットが持ち続ける力についての最後の考察に入りたいと思います。聖なる物語の語り部として生まれ、哲学のメタファーとなり、高額の粋意を集め、世界中の芸術へと昇華したマリオネット。それは結局のところ、生命を作り出したいという、どこか神にも似た欲望と、いや、自分も何者かに操られているんじゃないかっていう根源的な恐怖、その両方を映し出す、僕たち自身の心の鏡なのかもしれないですね。そこで最後にあなた自身に問いかけてみてください。あなたの行動や考えを動かしているその見えない糸。それを引いているのは一体誰、あるいは何なんでしょうか。この問いこそがマリオネットが僕たち人間に突きつけ続ける永遠のテーマなんですね。